皆さんこんにちは。小松です。前回でほぼ組み立ては完了。関西 AFV の会話流行り病に負けず予定通り実施されました。これはやっべ、間に合わねえって頑張ってた時の動画です。この後小松は陽性になって参加できなくなったがな。一度パーツをばらして、懸念が残る天輪バネの経年劣化対策にボルトを打っときます。ドリルで下穴を開けて、ボルトの径に合わせたドリルで穴を広げます。六角ビットの電動ドライバー、パーツが吹っ飛ぶような高トルクではなく、ビューターくらいのやつが欲しいですね。3000円くらいの電動ドライバーで試しましたが、さすがに厳しかったのでもうちょっとトルクが高いやつ。でも高すぎないやつ、そんなやつ募集しています。穴を開けてボルトを通したらナットで固定しておきます。普通にワッシャー入れ忘れていますね。後で入れときます。ボルトを固定したら、シャーシ上部を接着します。かなりのサイズですが、ここはピタッとはまる。さすがや。作業中にうっかりぶつけて壊れてしまいそうな車体突起物を取り付けます。と言っても、それほど大したものはないんですけどね。空装かつ自走砲だとあっさりしてます。組み立てがほぼ完了したので塗装工程に入ります。柵から吹いていきますよ。天輪は 1.1 点竹串に刺して塗装します。そして気がついた。前回の4号戦車で買った下地色サフが余ってるじゃん。なんならその前に買った同じものもまだ残ってるじゃんと。何事もなかったかのように灰色サフから下地色サフを吹いていくスタイル。車輪も同様に重ね塗りをしときます。広角砲もサフ吹き。入り組んだところが非常に多いので塗り漏れのないようにまんべんなく吹いていきます。真っ赤なパーツを量産しまくってサフ吹き完了。今回の E100 はシャーシ側をアンブッシュ迷彩、広角砲をジャーマングレーで塗装したいと思います。おそらくこんなゲテモノはザクタンク式に双方余っているものを合体させたと思うのであえて色を分けたかったんですよね。まあ、すべてはウォーゲーミング社の妄想にさらに小松が妄想を重ねがけしているだけなんですけどね。いいじゃん、いいじゃん。多分ザクタンクより強いよ。重いけどな。ザクタンクって本体重量 53.6 トンなんですね。大したことないな。3色迷彩の一番ベース色はセールカラーを使いました。初期のサンドイエローは黄色すぎてちょっと嫌だったのと、後期の3色迷彩って写真で見るとこんな感じに白っぽいんですよね。3色迷彩の2色目を塗装します。前回製作した4号戦車同様、フリーハンドで描いていきます。エアブラシはクレオス PS771 を使用。ほんとこのエアブラシ最高。エアの調整が手前のネジでできる、ニードル開放が後ろのキャップを外さずにできるなど手軽さもありますし、何より少々手荒に扱っても詰まりにくい。ここ、ズボラ小松にとって超重要ポイント。スペック的にすごい細い線が、とかデザインが、とかあるんですがすごく繊細で使った後に毎回分解掃除をしないとダメとか。小松には無理です。うがい2回で勘弁してください。
実際使ってみないとわからないので結構色々試しましたが今のところ、この PS771 がダントツです。ダークブラウンを塗装しました。小松の系。次はダークグリーンを塗装します。ここもエアブラシでフリーハンド。ダークブラウン同様、輪郭を描いて下書きをしてから中央部分の色を塗っていく形で描きます。ブラウンとの境界線に注意しつつ、説明書を参考に模様を描きます。現物も写真も存在しないので、よりどころが説明書しかないのは少々辛い。そもそも空想戦車なんだから何でもいいじゃんと思いつつまるで実際にあったかのように見せたいという気持ちもあるので複雑。だいたい輪郭が描けたら、間を埋めます。エアブラシを少し開放して塗装していきます。エアブラシのフリーハンド塗装は自然なグラデーションになるのでマスキングをして塗装をするときに比べてリアルな明細になりますが、あまりにもグラデーションが広がってしまうとちょっとボケた印象になってしまうので再びブラウン、セールカラーを細吹きして少し境界線をはっきりさせます。3色明細塗装、完了です。小松の系。アンブッシュ明細にするため、爪楊枝で塗料を少量取ってドットを描きます。アンブッシュって待ち伏せってことらしいんですが、この自走法に待ち伏せという概念は存在するのか。明細塗装完了です。小松の系。墨入れとウォッシングを行います。使うのは水筆という水墨画用の水を入れて使う筆。この中にタミヤの艶消しブラックを入れて使っています。墨入れとウォッシングを兼ねて割と多めに流し込むので標準で付属している筆ではちょっと少なすぎて日が暮れちゃうんですよね。これはタンクも結構容量があるので時短になりますね。ただし力の加減を誤ると一気にドバッと出るので注意。あと終わってそのままにしておくとカチカチに固まって使えなくなります。使った後はエナメルシンナーで付け置き洗いが必要。小松はだいたい忘れてカッチカチ。小松の系。エナメルが乾燥したら、ペトロールで拭います。すくみ動画ではメラミンスポンジをクリップに挟んでエナメル除去をしていましたが、あれは表面に傷をつけてしまうので塗装がやられちゃうかも、とビビって綿棒で除去しました。戦車であれば塗膜表層に傷がついて下地が見える表現ができるか？ちょっと勇気がいるけど今度試してみようかな。今回は関西 AFV の会が近いので冒険しすぎないよう注意しないと。展示会前の泣きながら作業はなかなか辛いものがありますからね。もう徹夜明けに展示会で立ちっぱなしとか無理やねん。車輪も同様に墨入れ、ウォッシングを施します。あまり残しすぎても露骨感が出てしまうのでできるだけ拭い取っておきます。綿棒で難しいところは平筆で奥まったところを除去します。平筆だと今度は取れすぎてしまうので力の加減が難しいところですが、墨入れ、ウォッシング作業完了です。小松の系。金属履帯の黒染めを行います。小松が戦車制作動画でよくやっているブルーイングというやつです。困ったことに、バーチウッドとか AK の使いやすかったブルーイング液が入手困難になってしまいました。危険物に指定されて輸入できなくなったとか。ということで今回はこいつを使ってみたいと思います。色は他のメーカーのものと変わらないブルーハワイ。ここに金属履帯をつけるだけ。ここまではバーチウッドなどと一緒ですね。少し経ってから確認しましたが、あれ？ほとんど染まってなくない？ほとんど反応していないようなので、
金属ブラシで表面を傷つけて再度染めてみることにします。説明書にはちゃんとそう書いてあるんですけどね。エレガントにスルーしました。奥まったところもきっちり磨きます。再び漬け込みます。今回は黒く染まっていっているようです。だからあれほど説明書は読みなさいと。4時間ほど置いて割と染まってきたので取り出します。ちょっと不自然なくらい青いですね。これはやばいか？金属ブラシで磨くと、青色が取れて黒く染まっている部分が出てきたのでひたすら磨きます。小松の毛。磨いて乾燥させました。何これ。染まりもいまいち、取りきれなかった青が結構目立っちゃってます。追加で染めている時間がないので油絵の具でウェザリングを施して青色を隠してみることに。乾燥させるとこんな感じ。なんとか青みは隠せたかと思います。バーチウッドとか AK の染め液、復活してくれないかな。